本日はお暑い中、皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは早速スタートさせていただきます。まず第2四半期の業績のサマリーでございます。営業利益は対前年 71.3% 増益の 46.4 億円となり、過去最高益の更新をいたしました。好調なネット証券、ベンチャーキャピタルの利益をインフラ・メディアの戦略投資に配分し、グループ全体の成長を加速させております。続きまして各セグメントの状況です。ネットインフラ事業は 16.6% の増収、19% の減益となっております。ミンネを圧倒的ナンバーワンのサービスにするため、プロモーションの投資を継続しております。ネット証券部門は 176% の増益となり、過去最高業績を更新いたしました。この好業績の背景には、お客様にご支持いただいていることがございます。FX 取引高は3年連続世界ナンバーワンとなっておりますが、本日、今期上半期におきましても世界ナンバーワンとなったことを発表させていただきました。ネット広告・メディア事業は 10.2% 増収、66.4% の減益となりました。ネット広告市場の変化に対応すべく、テクノロジーシフトへの投資を加速させております。モバイルエンターテインメント事業は終始トントン、コントローラブルな状況です。7月の末にリリースをいたしました完全内製化のタイトルチェインヒーローズは足元の KPI を確認しながら評価を行い、プロモーションを実施するか否かの判断を行っております。次回の決算説明会の際には皆様に結果のご報告ができると思います。インキュベーション事業は投資先のエグジットにより 4.9 億円の利益貢献となっております。さらに業績予想の修正と株主様還元策についてご説明を申し上げます。業績の進捗が順調なことに加え、 GMO クリックホールディングス株式を一部売却したことにより特別利益が発生したため、通期の最終利益の上方修正を行いました。最終利益の上方修正に合わせて配当予想の修正を行いました。1株当たりの配当は当初予想の21円から5円増配をいたしまして26円とさせていただきます。またさらなる株主様還元の充実のため、従来の配当成功 33.3% 以上に加え、自社株買い 17% の目標を新たに設定いたします。この2つを合わせまして総還元成功 50% を新たな基本方針とし、こちらは今年度より実施をしてまいります。昨年来繰り返しご案内をいたしておりますが、強いところはより強く、弱いところはナンバーワンの商材を持つという基本方針のもと、各セグメントの重点施策を着実に進めております。こちらは第2四半期累計の決算概要です。営業、経常、最終、それぞれで大幅増益となり、過去の最高益を更新しております。こちらは通期の業績予想に対する進捗です。いずれの項目も 50% を超え、極めて順調でございます。最終利益は期初予想に対する進捗が 100% を超えましたので、こちらを90億円に上方修正をいたしました。
こちらは連結の四半期業績です。青が売上、水色が営業利益となります。戦略投資をこなしつつ最高益の更新をいたしております。続きましてセグメント別の四半期売上推移です。メディアの季節要因はありますが、持続的なインフラの増収に加え証券の好調もあり、2期連続安定して300億円を超えるようになってまいりました。こちらはセグメント別の四半期利益の推移です。対前年 71.3% の増益となりました。好調な証券、ベンチャーキャピタルの利益をミンネやサーバーのコノハ、海外展開などに積極的に投資を行っております。各セグメントの状況につきましては後ほどご説明をさせていただきます。以上が結論と要約となります。続きましてグループトピックスのご説明です。6月の24日に GMO クリックホールディングス株式の一部を立ち会い外分配にて 4.5% の売却をいたしました。当社の持ち株比率はご覧のように 98.4% から 93.9% に減少しておりますが、結果といたしまして株主様の数は5倍、平均売買代金は8倍となり、課題でございました流動性は大きく改善をいたしました。また今回の売却により47億円の特別利益を計上いたしております。この特別利益の使い道は主に2つです。1つは先ほどご説明をさせていただきました株主様還元、次に借入金の返済でございます。ここでちょっと私なりのですね、借入金に対する持論を、説明会とはそれるようですがご説明をさせていただきます。私ですね、借金には2種類あるんじゃないかというふうに考えております。それは良い借金と悪い借金でございます。例えば良い借金といいますのは、自らが成長するため、例えば、お借り入れをして大学に通って自らの知識を高めて社会に貢献する、あるいは企業ですとお借り入れをして成長するものに投資をしてお客様、関わるスタッフ、結果として株主の皆様が笑顔になる、これは良い借金だと思うんですね。一方悪い借金といいますのは、自分の収入を超えて消費するためにお借り入れをしたり、また何て言うんでしょう、身の丈を超えたお借り入れをして、人生が狂ったりと、そういうようなことが世の中よくありますけれども、同じお借り入れでもすべきは前者、後者はしてはいけません。で、私ども2005年に金融事業に進出した際にですね、良い借金だと思って270億円ほどのお借り入れを起こしまして、で、当時オリエント審判というお会社に投資をしたんですが、過払い金の最高裁の判決並びにその後の公認会計士協会様の引き当て基準の変更で大きくバランスシートを毀損いたしまして、270億円プラス70億円の増資、さらに50億円を貸し付けた会社、270足す70足す50、約400億円を投資した会社はですね、2年後に500万円で売却すると。でリアルに399億9500万円損失を出したというのが記憶に新しく、株主の皆さんにも大変ご迷惑をおかけしてしまいました。実はその当時のお借り入れはですね、良かれと思ってしたんですが、投資対象がなくなってしまいましたので、結果として形を変えて悪い借金になっちまったなというふうに強く認識しておりまして、いつかこれをきちんとお返ししてですね、またお借り入れすること自体は決して悪いことではなくて資本効率を高めるためにすべきだと思うんですが、投資対象がなくなっちまった悪い借金は一旦清算したいなと常々思っておりました。で、実はこのお借り入れを6月末でですね、全部返済することができました。株主の皆様にご報告を申し上げます。
実は当時損失を出した際にですね、私起業家として心の中で3つの誓いを立てました。一つはですね、当時作ってしまった累損ですね、これを必ず全部使い切ると、これが一つ目の誓いでございます。二つ目は、このお借り入れはきちんと全部お返しすると、当たり前ですけど、なるべく早くお返しすると。でこれも6月末に実現いたしました。累損は3月末で全部使い切りました。でお借り入れも、6月末で全てお返しすることができました。で3つ目に心に誓ったのはですね、本日発表させていただきました総還元配当成功でございます。当時増資をして乗り切ったというのがございまして、株主の皆様にはダイリューションという形でご迷惑をおかけしたんですが、当時増やした分3800万株すべてこれから時間をかけて買い戻して償却をするというのが今日の自社株買いの発表の中身でございます。当時3800万株ですね、増えた株式はこれから10年でも20年でもかけてすべて買い戻して償却をしたいと思っておりますので、皆様よろしくお願いいたします。ちょっとじゃあ IR にもお話を戻します。ですね、17ページですね。じゃあ PL のサマリーのご説明をさせていただきます。ご覧の通りでございます。19ページ、バランスシートのサマリーです。ご参考までに GMO クリックホールディングスのバランスシートを一番右に記載をいたしております。このネット証券事業のバランスシートが大きいために少々分かりづらいのですが、現金預金は6月末で800億円、自己資本は300億円を超えまして、賞味の自己資本比率は大きく改善をいたしております。ご確認いただければと思います。そして20ページ、前回に引き続きまして当社グループの時価総額と持ち株相当分についてまとめております。直近でグループ合計の時価総額が5400億円、うち私どもの持ち分相当額が2155億円でございます。はい、続きましてキャッシュフローの状況のご説明になります。ご覧の通りとなっております。続きまして各セグメントの状況についてご説明申し上げます。ご覧いただいております図は当社グループの4つの事業領域を俯瞰した図でございます。左上からネットインフラ事業、ネット広告メディア事業、ネット証券事業、モバイルエンターテイメント事業となっております。インフラの契約件数、メディアのアクティブユーザー、証券の口座数など顧客基盤は順調に拡大をしております。次のページでございます。6月末のグループ全体のスタッフ数は4400名、うち1700名がエンジニアクリエイターです。作る人の比率、エンジニアクリエイターというものづくりの人の比率はですね、現在4割でございますが、ここを早急に5割以上まで高めることをグループの基本の目標としております。当社グループはインターネット事業に参入してちょうど今年で20年目でございますが、インターネットのインフラ、サービスインフラ、提供するサービスを一貫して自社内で開発をしてまいりました。これが私どもの本質的な強みでございます。今後もこの方針は不変です。各セグメントの状況につきましてご説明をさせていただきます。ご覧いただいておりますのがネットインフラ事業の構成です。すべての領域におきましてナンバーワンとなっております。こちらは四半期業績の推移でございます。ミンネのプロモーション3億円と海外投資ののれん償却0.7 億の追加コストがあり、営業利益は11億となっております。こちらは各インフラ商材の四半期売上高の推移です。EC 決済が成長の牽引をいたしております。ネットインフラの契約件数は610万件を突破いたしました。
この件数にはアクセス事業の33万会員を含んでおりません。こちらのお客様を加味いたしますと643万件の顧客数でございます。これはですね、1年間に約60万件、月間5万件、毎日1500件のお客様が増えていると、契約が増えているという状況でございます。また、先ほどのスタッフ数を鑑みますと、雇用は日にデイリーで1人以上というペースで成長をいたしております。これらのご契約の大部分ですが、ストック型の契約であり、長期にわたる私どもグループの安定的な収益基盤となっております。今期2015年は昨年に引き続きまして、強いところはより強くの基本方針のもと、GMO ペパボが提供いたしております C2C のハンドメイドマーケットミンネに戦略投資を行っております。こちらのサービスは国内ナンバーワンのサービスとして順調に各種 KPI を進捗させております。ご覧いただいておりますのは作家数、作品数の成長のグラフです。ともに国内ナンバーワンでさらに拡大のペースを速めております。第1四半期に続き第2四半期をテレビ CM などのプロモーションを継続し、流通額は対前四半期比で 51% 増の 9.2 億円となりました。このミンネのビジネスモデルは流通額の 10% を手数料として頂戴しております。また足元では新規のお客様の購入が伸びており、アプリを主体としたプッシュ通知などでリテンションを高めてまいります。またアトリエやリアルイベントへの出展を通じまして作家さんと購入者様の交流の場を設け、ミンネの認知を広げてまいりました。そして手と手を運営する OC アイランドのグループジョインにより作品数の国内シェアは6割を超え、質量ともに圧倒的ナンバーワンとしてさらなる成長をしてまいります。続きましてネット証券事業のご説明です。こちらは四半期の業績の推移です。 FX 市場の活況により業績は拡大、過去最高益を更新いたしました。またプロモーションを強化し顧客基盤は順調に拡大、 FX 株式ともに好調に推移をいたしております。ご覧いただいておりますのは FX の四半期取引高の推移です。強いところはより強くの方針のもとテクノロジー投資を継続し、付加価値の高いサービスを徹底して提供し続けた結果、2012年度より3年連続で FX 取引高世界ナンバーワンの実績を誇ります。この2015年上半期も世界ナンバーワンを獲得し、足元も好調です。また年明けには世界最高速の取引システムをリリース予定ですので、こちらもどうぞご期待をいただきたいと思います。この GMO クリック証券は2009年から競泳日本代表のオフィシャルパートナーとして活動を、継続し続けております。また今年の1月から新垣結衣さんを起用した CM を展開しておりますが、この8月1日からは新 CM を放映いたします。どうぞご期待いただきたいと思います。続きましてネット広告メディア事業です。こちらは四半期業績の推移です。テクノロジーシフトへの人材投資 0.8 億に加え、季節要因による減少を補いきれず対前年の増収減益となっております。こちらは四半期売上の推移です。対前四半期では特にネット広告が反動減で落ち込みを見せております。
当セグメントでは弱いところはナンバーワンの商材を持つを基本方針といたしまして、テクノロジーシフトを加速させ、自社商材の強化に引き続き取り組んでまいります。当セグメントはご覧いただいております主にこちらの4社で構成をされております。 GMO アドパートナーズはアドクラウド社のグループ化によりテクノロジーシフトを加速、市場の変化に対応すべく自社商材の強化を進めてまいります。 GMO テックは自社商材のスマホ向け広告、ソーシャル向け広告が好調です。GMO リサーチは海外の売上高が想定を上回りましたが、国内市場の競争激化を補えず減益となっております。成長分野であるアジア圏のリサーチパネル拡大に努め、収益性の向上を目指します。GMO メディア社はスマホアプリのアジア圏でのダウンロード数が伸び、4300万ダウンロードを突破いたしました。広告収入が好調に推移をいたしております。最後にモバイルエンターテインメント事業です。ご覧いただいておりますのは四半期の業績推移です。当セグメントでは弱いところはナンバーワンの商材を持つを基本方針とし、外部タイトルの絞り込みを行い、タイトルの内製化を図ることによりノウハウは集積、収益性は改善し、コストコントロールが可能な状態となっております。この7月の24日には完全内製タイトルチェインヒーローズをリリースいたしました。事前登録数が8万人を超え、初動の KPI を確認しながら評価を行い、今後のプロモーションについて現在検討を加えております。次回の決算説明会の際にはご報告をさせていただきたいと思います。そしてご覧いただいておりますのは、先ほどもご説明いたしました本年度の重点テーマでございます。冒頭に申し上げた通り、強いところはより強く、弱いところはナンバーワンの商材を持つという基本方針のもと、この第2四半期には金融決済領域における垂直展開の足がかりとなる取り組みを開始いたしました。まずは当社グループの金融決済領域の位置づけですが、最近投資家の皆様はよくフィンテックというですね、キーワードを耳にされると思います。まさに当社グループが取り組むべき領域はこちらの通り、金融×テクノロジー×イノベーション、まさしくフィンテックであると考えております。まず私どものこのフィンテック領域の実績といたしまして、当社グループはすでに GMO ペイメントゲートウェイが決済領域で国内ナンバーワン、GMO クリック証券は FX の領域におきまして世界ナンバーワンの実績を誇ります。共に自社のテクノロジーで開発をいたしております。変化の激しい金融領域において、この高い技術力が私どもの最大の強みとなっております。そしてこの私どものフィンテックにおける実績をですね、大変ご評価いただきまして、当社グループもこの領域でのアライアンスを進めております。この第2四半期には2つの大きな発表をさせていただきました。まず6月9日に GMO ペイメントゲートウェイと三井住友銀行様を中核とした決済代行新会社設立に関する資本業務提携の発表をさせていただきました。三井住友銀行様から約38億円のご出資をいただき、当社からも同規模の増資を実行いたしました。両社は年内をめどに新会社を設立し、三井住友銀行様のお客様に対して決済事業を展開してまいります。GMO ペイメントゲートウェイは国内ナンバーワンの決済代行事業者としてすでに5万件の超えるお客様に決済手段を提供してまいりました。この度の取り組みによりこの拡大ペースを続ける
EC とフィンテック領域において持続的な高成長を実現してまいります。続きまして6月の29日に青空銀行様とのネット銀行の設立の検討開始について発表をさせていただきました。当社グループにはインフラ商材をご利用いただく600万件を超えるお客様、EC 事業者様、決済をご導入いただいている法人のお客様、そしてアクティブな証券、FX 口座をご利用いただく個人のお客様など、強固な顧客基盤がございます。当社グループのこの顧客基盤をベースに、新たなネット銀行を中核とした有機的な経済循環を創出したいと考えております。まだ検討の段階ではございますが、既存の金融サービスに加え、ネット上のトランザクションやビッグデータを分析・活用する革新的な次世代型のネット銀行を目指してまいります。ネット銀行はすでに何行もございますが、後発であることをむしろ強みといたしまして、先行事例に学び、より利便性の高いサービスを開発してまいります。今後の戦略につきましては決定次第発表してまいりますので、ぜひご期待をいただきたいと思います。続きまして海外展開の状況です。当社グループはすでに世界17カ国40拠点に展開をし、海外のスタッフ数は700名となっております。年内にはアジア圏を中心にドメインをはじめとするナンバーワンのインフラサービスを展開してまいります。現状、海外の売上高比率でございますが、四半期で 10.3 億、その比率は約 3% です。引き続き早期にこの比率を高めてまいりたいと考えております。最後に株主様還元策についてご説明をさせていただきます。当社は成長企業として必要な投資を継続しつつ、株主様還元を重視し、当期純利益の 33% 以上を配当成功とする基本方針を定めております。定めてすでに実施してまいりました。この度、さらなる株主様還元の充実のため、総還元成功 50% を新たに目標として設定をいたしました。これは従来の配当成功 33% に加え、残りの 17% につきましては、継続的に自己株式の取得を長期間にわたり実施したいと考えております。なお、これは業績及び財務体質の状況を総合的に勘案し、また株価水準に応じて機動的に実施をしたいと考えております。先ほどもご説明いたしましたが、ローンクレジット事業の撤退に伴う損失により増加した株数、約3800万株を自己株買いすることにより、これが最大の株主様に対する利益還元であり、私どもの責任であるというふうに考えております。適用のタイミングは2016年12月期とさせていただき、詳細は2015年12月の通期決算発表時に公表を予定いたしております。そして今期は通期の最終利益を上方修正、これに合わせまして1株当たりの配当は5円増配の26円として配当予想の修正をさせていただきます。引き続き強いところはより強く、弱いところはナンバーワンの商材を持つという基本方針のもと、高度な技術力を生かし、目標と高い志を持って圧倒的ナンバーワンの商材を提供してまいります。今後ともこの GMO インターネットグループをどうぞご支援ご鞭撻賜りますよう心からよろしくお願い申し上げます。大変長くなりましたが、以上当期の説明を終わらせていただきます。ご来場ご視聴ありがとうございました。